はい、柳さんお疲れ様です。はい、どうも。いやー、台風がようやく抜けて、昨日はちょっと追い切りの時間帯がひどかったですね。まあ追い切りなんかも今日に予定伸ばしたっていう球場もありましたけれど。風が強かった、かなり雨はいいとしても。なかなか追い切りなんかでもちょっとやっぱり時計なんかがかかってたりとかしましたし、あんまり積極的にやったっていう馬もいなかったような気がしますけど。俺あんまり時計見なかったから、そこから人間みんな言ってたから、そっか、まあ、風強かったからかかるだろうっていう気はしてたけど、まあなんで雨の日やんなくちゃいけねえのかっていう。もう1日2日ずれたって馬関係ねえんだと俺は思ってっけど、まあまあいいわな。昔からそれずっとそういうふうにやっていくから。ここまで来ちゃって確かに直前がどうのこうのというよりは、まあ1週前にちゃんとやってればという。全然。来週のやつは来週以降のやつ別に昨日やることもなかったし。さあ、今週はですね、安田記念ですね。まあ重賞 G1 が、一つだけということなんですけれど。まあジャンタルマンタルが不在ということで、結構なんか今年の G1 の中では、ちょっと混戦なのかなというような、そんなのがありますけど、どうですか？マイル路線も出がらしっていうか、まあ死んだものも何頭かいるけど、過去の年いった連中は強い抜けていったしね、ジャンタルの天下だったところがそれがいないから、だろうね、新しい馬が台頭するのかどうか。まあそこだけだけどな。特にそんな興味がある馬もいないしな。アドマイヤーがいなくなっちゃったしな。あ、そうですね。爪が昔から爪に不安ある馬ってのは難しいな。なかなかな。まあ慢性的なものになってきてるんですかね。爪はもうこればっかりはどうしようもない。も聞いてないけど、多分まあいろいろ苦労してんだろうと思うけど、爪が痛いから直接下に当たんないようなものをいろいろ吐かしたりいろいろしてるんだろうけど、やっぱ爪が伸びてこねえとなかなかな弱いんだよ。そういうのはたくさんいるけど、たくさんだから何頭かいるけどね、必ず苦労は知ってる。ちょっと今週もですね、まあ前頭ちょっと触れていきたいと思うんですけれど、じゃあ愛用順で言っても大丈夫ですかね。じゃあウォーターリヒト。まあその次のオフトレイルと一緒で大体友達なんだよね。同じ人がばっかり使ってくる、そういうローテーションで来てて、そういうローテーションもある程度はっきりしてるから使うところが、仕上げやすさと仕上げやすいっていうところはあるし、その反面じっくり休養を取らせるってわけじゃないから、一気に馬が良くなるとかなんとかってことはないけれどね、どっちを取るかっていうのはこれはもうどうしようもない、分かんない。結果全て引退しても最後まで分かんないと思う。まあ大谷人の場合はもう普通に順調に来てて、東京のマイルは走るしね、ペースにいかんに関わらず、走るっていうイメージがある。まあしんがり一機だけにどうなのかっていうところはあるけれどね。まあみんなもこの辺はもう競馬やってる人はどんなうまかったこと分かってるしな。俺も体調見てるわけじゃねえから、まあいつも通りと思うしか言いようがないね。はい、じゃあオフトレイル。俺は本当にこの馬はね、本当に、マイルはね、まあこの間進路がちゃんとあればかなり際どいとこあったようには見えるけど、本当にマイルじゃなく、個人的にはもう1002の馬なんだけどな。1002だったらまあ、客室がこれも後ろからっていう形になっちゃうんだけど、ほっとけばある程度中段ぐらいに行ける馬なんではあるんだけどね、マイルギリ持ったとしても東京はやっぱりきついかな。東京のマイルだと見限り、大谷リヒトの場合はまあ
なんて言うんだろうな、3着2着はいずれ、まあ、買うんだったら抑えとけばいいかなって気ですけど、オフトレイルの場合は何とも言えないんだよな。頭がある馬なんだけれど、個人的にはこういう東京のマイルだったら馬券はもう買わないんだよ。これは。自分の気持ちに反するから。どっかで1000人だったら買うけどね。体調面どうなんだろう。良さげに感じるけど、普通に来てるしな。もう、大谷人も太りもキャリアずっと重ねてるから、そこまで変化がないんじゃないかなっていう気がする。まあ、メンバー的にこの2頭は上位に来れるレベルにはあるよね。今まで戦ってきた相手からしてもね。こんな感じだね。はい、続きまして、じゃあガイアフォース。これが一応軸になるのか、名前からしても。そうですね。はい。で、まあ、どんな競馬もできるしな、自在性があるし、ある程度の数字の時計でも走るしなっていうところがあって、まあ、馬連の軸として、ってか3連の軸として買うなら一番安心できるけどねっていうところはメンバー的に。じゃない、体調わからんけど、まあ普通に来て、外国終われば次はここだってことが、陣営も分かってるしね、マイルの G1 ってことで。だからまあ仕上げ方はそこまで気を使わないで仕上がったんじゃねえかなって気はする。まあ有力馬の一頭だろうね。はい、桜トゥジュール。もういいよな。今日長期やって元気は元気だけど、もうな、さすがになっていう気はするけどな。たまに来るんだけどな。8歳とか9歳とか。まあ、今年のメンバーなら驚きはしないけどね。まあ、馬体調自体は心配ないわ。元気だわ。でもまあ、何かないとやっぱりでもちょっと馬券には厳しいですからね。まあ、ずっと厳しいんだけどね。来て驚かないっていうだけで、もう抑えたい人は抑えればっていうところじゃない。はい、シックスペンス。これがまあどっちに出るかだけど、というのは、これまあ、国枝さんのところから田中厩舎に変わって、これが2回目かな。随分馬がね、前と違って、おとなしくなったな。折り合っちゃってるし、合わせ馬やっても力まないし、これはね、なぜかどうかっていうのはわからんけれど、良しとすれば変化はある。悪いとすれば、もっと悪い。っていうのは、昔からこの馬自身が、やんちゃなところがあって、もうかかりまくって、そのかかっても押し切ってたっていう3歳児とか3歳児とかね、勢いがあって4歳児の最初の頃とかって、それで押し切っちゃったことあったけど、もうそういうやんちゃな性格がなくなったから、多分競馬としては折り合いついて普通の競馬になっちゃうんだよ。それでどうかなんだけど、これはちょっとね、魅力がなくなった。逆にね、この馬に関しては。で、もともと、キドラ3区で体の割には可動域が狭い馬なんだよな。全体に硬いし、肩も硬いし、腰のも硬いし、で瞬発力っていう、そういう上手な競馬で瞬発力勝負でのさせるっていうタイプじゃないんだよ。だからやんちゃな面があって、もう、早めに先頭立ってっていう風なので味があったなと思ってるんで、今随分性格おとなしくなった。あんまり興味がなくなっちゃった。ということで。はい、シャンパンカラー。シャンパンはね、先週の稽古を見ててもそうだけど、2年ぶりぐらいに良くなったなって気がする。初めてなんか、俺も手足、調教師とはちょっと話してないけど、多分どこも痛くねえんじゃねえか。前はもう満身創痍っていうか、馬もビビリアであっち痛いこっち痛い、バンバン繰り返してて、満足なあれしないで、だましやってたけど、まあ、体調面とステージっていうのは、久しぶりに100点なんじゃない？あとは、まあな、
どうなのか。スタート、岩田が乗っかるようになってから、最初は遅れたけど、岩田はこの馬も熟知してて、スタートなんかほっときゃいいんだって馬は勝手に出っからっていう性格だから、あれが乗ってから予想だにしない後発切ってるんでね、初めてあれが乗っかって東京の4着の時も、自分で俺がうまく操縦して勝ってたわって言ってたから、あの時よりは数段いいからね、まだ半信半疑だけれど、ちょっとは出てきたんじゃないかなってチャンスが。台風が来てるやな、競馬の時に。ぐちゃぐちゃの馬場ならチャンスだったろうけど、チャンスは相当広がってたけど、そんな感じだね。穴目で抑えたい人は抑えた方がいいかもわかんない。はい、じゃあ続きまして、シリウスコルト。これ体調いいな。本当に下がってこないね。かっちゃんとこに厩舎移ってから、もう元気いっぱいで、この間、距離短くして、この馬はもうこのくらいの距離のがいいんだ。2000とかって長いんだもん。で、ただ、瞬発力がないっていうのは、これはもう分かっちゃってるから、なだれ込みなんだよな。だから2、3番って言ってそのまま流れ込むっていう作戦だと思う。で、それでどうかだけど、多分東京直線長いとダラーってしちゃうから馬が。新潟で重賞勝った時には、多分追ってもダラダラしちゃうから、体がダラってしちゃうから、もう直線ダメだろうって逃げたら、そのまま我慢しちゃったけど、東京だと坂上がってからもう一伸びが多分体つきにはちょっと厳しいかなってとこあるけど、元気は元気だわ。確かにこれ、どうですか、マイルにまた戻して、1004一回使って。いや、もう、このままそのくらいのがいいんだって。ただ、直線長いところはごまかし効かなくなっちゃうんだよ。なかなか厳しいかもわからない。ステージ的に。そういう舞台があればね。むしろ、北海道の1008だろうとか、ギリね。あとは新潟宇宙回りの1004とか、京都の1004とか、そういうところのが合ってんだろうとは思う。はい、じゃあ続きまして、鈴葉ローム。ようやくか。デビュー当初こっちにいて、調教時計も多分新馬で一番時計ぐらい出してたんだよな。バンバン出してましたね。すごい時計だ。それでなかなかあれでも関西に行って、最初は勝ったんだけど、その後、どこまで行くかと思ったらもう、全然尻すぼみしちゃってな。尻すぼみっていうか、上がってもいなかったけど、全然ダメだったけど、徐々にで、ここに来てパンパンと勝ったけどね。強い競馬だった。元からやっぱりこの素質があったんですかね。あったと思う。何かあったんだろうな。走ったきっかけっていうのが。その辺わからんけど、全然、今度はいわゆる東京のマイルだけど、全然悪いと思わないし、毎ターンでどうせ人気ないんだろうし。G1 できついとかなんとかって G1 ってのは人間が決めた格であって、馬たちはわからんからな。それで今回のメンバーは、最初から言ってるように知れてるメンバーなんでね。当然、権利は出てくるね。今年の場合みんな権利が多いよ。10頭以上でいるんじゃねえか。そうですね。ちょっと、3着ぐらいだったらこの馬あるかなっていう馬が。もうほとんど何着ても驚きゃしねえなっていうところがあるよな。柔軟と。はい、続きまして、ステレンボッシュ。ステレはね、この間いいと思ってたけど、やっぱり競馬場で馬見ると、戻らないな。去年ね、あれ俺はちょっと甘かったなと思ったら、あんまり体つきが、もう、なんて言うんだろうな。キレがなくなった体つきにまだなってんでね。動きそのものは、長距離の動き自体は前回よりもむしろ今回の方がいいね。で、スタートも上手だったから、マイルも心配ないし、前走の今回の体調が、
で、前走のメンバーでその同じ舞台でステージやれば多分トロバトーレには勝ってたなっていう感じは受けるけど、まあプラスはある、前回よりも。体つきがね。体つきは、まあ稽古もだいぶ良くなってて、体つきもちょっとやっぱり日原らしく少しシャープになってきたから、まあこれが最後かな。これでどんな結果で、天井が見えるよ。マイルは全然短いと思わないし。そこまで気はない。この間と違って。この間は見事な復活を的中させてました、相手関係がいなかったからな、トロバトーレだけだったって結果的に終わってみれば、相手関係終わってみれば大した中身だったかどうかっていうの時計も早くなかったし、っていうのは、後から思えば、そういうところがあるんだけど、だいぶ競馬内容は悪くなかったと思う。で、プラスは少なからずあると思う。じゃあ足りるじゃん。まあ、って思うか人もいれば、まあ足りる、足りて OK だし、もうひょっとしたら一番いい時期には戻らねえのかなっていうのが今ちょっと思ってきてるんだよね。この間の形、馬を見て、あ、こんなものかというのが、あれよりもガラッと変わってくるイメージがなかったんだけれど、まあ悪くないしね、動きも体つきもシャープになったよ、随分。牝馬らしい体つきになったんじゃない。前までは繁殖牝馬みたいな体だったから、その点プラスあるか。まあ宮田先生もコメントで上積みまであるっていうふうに。上積みはありそうだよ。上積みっていうかね、もうね、パワーアップはないんだよ。あとは、まあ単純に言うと生きる心配能力と気持ち、心配機能と気持ち。で、気持ちが戻ってきたから走れてるんで、心配能力、心配機能も悪くなくなっ、ある程度はいいと思ってるしね。一番いい時期にはもう戻りは切らないだろうなっていうふうには思っちゃった。この間で。実は、あ、こんなもんかと実は馬見ててね。こんなもんかって、まああの辺の、あのくらいの2着ぐらいはもともと自力あるから来るんだけど、そこまで強いプッシュしないで。はい、続きまして、セイウハです。こいつだよな。この間大阪はぴったり回ってきただけの中身でね、あれは名称だけがちょっとやや早めで、あれは名称タバルは乗り方がベストで、後ろ、まあ、1秒近く離して逃げてて、2番手、これ3番手ぐらいで行ってたんだけど、2番手グループは、まあ全然、まあ、平均ぐらいの流れで行ってて、そこの2番手が、まあ1秒ぐらい離れてて、で、その1、2馬身後ろにインぴったりでずーっと回ってきたんで、まあ、ずるしたわけじゃねえけど、非常にうまく立ち回ったっていう、立ち回ってはいる。それで5着をどう評価するか。やっぱ距離が長いのと、体つき見ると良くないもんな。馬体の張りなんか。でね、ということを考えると、今回の方がおそらく良くなってんじゃないかなと。で、この間一つ懸念してたのが、今までその JC から VV 無理に移開しちゃったから馬がどうなるのかと思ってたけど、スタートしてちょっこり、最初、がっつりはみかんじゃったけど、コーナー曲がるあたりで、ガクッと抜けたところがあったんで、多分競馬はうまい競馬になりそうだね。スタートも出た、普通に早く出られたから、まあ逃げたくはないだろうけど、2、3番手、今回の場合そんなに早く行く馬がいないんでね、2、3番手、3、4番手、まあ好意の、あと枠順によってだけど、うち取れれば、まあ取れなくてもまあその辺に前で位置するし、多分、中間のあれはわからないけれど、この間の中山記念がいまいちだなぁとやっぱり見てたけど、大阪杯の時もやっぱり体つきはいまいちだなぁと思ってたけど、もう一回良くなるなっていうところはあると思う。でもってマイルいいと思うよ。
昔マイル走ってたけどな、昔だけど。勝った時もあれだったかな。なんか、今日とか、結構、適してる舞台になったんじゃないかなっていうところがあるね。人種がやっぱり余計だったな。しょうがない。過去のことだ。権利が出てくる馬だと思う。はい、じゃあ続きまして、ドラゴンブースト。ドラゴンは、まあな、だいぶ良くなったけどな、だいぶ競馬っぷりがだいぶ良くなって最後までちゃんと走るようになってきたね。なんて言ったらいいんだろうな。G1 馬の雰囲気、イメージ、苦が湧いてこないんでな。まあ、マイル路線、さっき言ったように、マイル短距離、特にマイル路線、抜けてるのが、ジャンタルが一本いなくなっちゃったから、着順が毎回変わると思うんでね、この間、2着に来て、だから、強くはなってんだろうけど、すぐまた、ここで来るかって言ったら、来ても驚かないし、イメージはそこまでの速い時計の勝負じゃない方がいいんだけどな。そこまでなんないか、今回のメンバーなら。31秒台だな。どうやってもな。2秒前後まであるかな。ちょっと水分含んでれば。まあ、メンバー的にはもうこれも、当然メンバー的には全然権利がある。はい、じゃあ続きまして、トロバトゥーレ。トロバトゥーレがね、先週もやっぱり稽古もたついた時は、ちょうどこの間使った時と同じ感じだったんだよね。だからもうこんなもんなのかなと、もう調教はもうずーっと同じ形で来て、稽古はなんかもう派手さがなくなって、頭がいいのかななんて思ってたんだけどね。今週良かったね。昨日の稽古は。しっかりしてた。ね、ここの連勝は自力で来てるなっていう気がするしね。あれ見ちゃうともう崩れようがなくなっちゃうな、この馬に関しては。マイル戦に限れば。まあ崩れようがないっていうのはその掲示板のこと言ってんだけど、まあそこら辺までは、メンバー的にもそんな強い馬が、そんなに大したあれじゃないんでね。で、チャンスはあるだろうとは思う。体調はね、体調ってこう主観だけど、体勢としては、この間よりも今回のが、良さげ。こんな感じ。まあ、体なんかもきっちりできてるような。全然。虫上げ心配ないわ。やっぱりこれ、2番人気ですかね、ガイアホースズも。ガイアホースが抜けちゃって、あとはもうじゃんけんみたいなあれだけでか、パンチャタワーとかいるし、どうなんだろう。まあ、その辺に、3、4頭ぐらいが、並ぶんじゃない？こんな感じするわ。じゃあ続きまして、パンジャタワー。宮杯の時は体歪んでたな。歪んでたって言い方が太い。単純に言っちゃうと張りがなかったな。これはダメだなと思ってのが一つだったんだけど、一番枠で、一番最初にゲート入れられてる分際で初めていいスタート切って、そしたらかかりやがって、珍しいなと思って、多分もうこいつはね、体つきもそうなったけど、明らかにもうスプリンターに変わったなという気がする。前半かかったにしろ、最後の追い合いで、多少、本当にラチと、2着のウィンの関連だっけど、あれとの間で狭いところはあったけど、あれに差し替えされるとか、あれに差し替えされるまでいかないから、させなかったっていうところが、不満だらだらだな。この4着っていうのは、超情けないなっていう、強いと思ってたから思うんだけど、だけど、さっきに馬がいまいちだなと思ってれば、合格点は合格点っていう取り方はある。ただ、今回はマイルだから、東京のマイルの NHK 勝ってるよって言っても、あの時とはやっぱり多分違うと思う。個人的にはもうスプリント路線だったらもう当然本命候補になるけれど、東京のマイルをもう一回様子見たいね。
どこまで、あれ、もう気持ちも多分体つきもスプリントになったんじゃないかなって気がしょうがない。はい。はい。続きまして、ルクソールカフェ。体調は素晴らしくいいと思う。ピッカピカだし、体の張りもいいしね。これ初芝？これはそうですね。走り方のフォームを見てると、芝の瞬発力はまずない。前足を叩きつけてかっぱいていくあれだから、生き残る道は、押し切り。その、行為中段から行って刺すっていう馬ではない。この兄弟の中でも俺馬好きでな、この上、お兄ちゃんは要は芝でも俺買ったんだけど、なんかいまいちタイミングが合わない使い方、タイミングが合わないレースとか使ってたりあったからね。なんかあれもオープンとかその辺ぐらいだったら重賞ぐらい芝生で勝てたレベルであったと思ってんだけど、うまく歯車が噛み合わなかった歯車が。で、これの方が、こっちのがね、馬全然いいんだよ。お兄ちゃんと比べるとまだ柔らかくて。一見やりそうだなと思っちゃうんだけど、走り方とすれば、スピードの乗りのあるフォームでは走ってはいない。これは、稽古でも競馬でも。というところで、俗に言う決めて争いとかなんとかなったら出番はないね。早め先頭から押し切れるかどうかっていう形であれば、頑張れるかもしれない。具合はね、素晴らしくいいなっていう気はしてます、見てて。この馬に関しては。初芝ですしね、ちょっと、とりあえず、なんか押し切るような競馬、パワーがいるような競馬ができればということですね。他の馬を足くらして、いわゆる 11.5、上がりが34で勝てるかどうか。だから、34もそうだな。流れながら33の競馬になっちゃったんじゃ、ちょっと厳しいなっていうところだな。だから他の馬のペースで競馬やっちゃダメだってこと。もう関係ない一頭だけで、タイムトライアルみたいな感じで最初からブイブイっていう競馬がやった場合には、意外と来ても驚きはしないけどね。上手な競馬で、こういう注意につけてとかなんとかだったら結構厳しいなっていう気がする。はい、じゃあ続きまして、レーベンスティール。これ俺結構、何回かここでレーベンスティールって言ってるかな？レーベンスティール。中山記念とかなんとかとか言ってる？言ってますね、レーベンスティールの話は出てます。動画で使ってるかどうかわかんないですけど。あの時も褒めてんのかな？毎日王冠とか中山記念とか。多分中山記念あたりを本命にしてたから、してると思うんだけど、俺すぐ忘れちゃうから。あの時もどういう風に言ったのか覚えてねえけど、今、レーベンスティール、何歳だよ。あんた6歳か。今一番いいんだよ。と思ってんだよ。先週合わせまでやって、今週は、ここのところ、何ヶ月間か、田中宏康厩舎が持ち入れてる一頭で長め流すっていう競馬、調教。馬によってはこういう調教を結構やってるじゃん。で、この馬はね、以前とは全く違うっていうのは、体の動かし方が大きく動けるようになってきたな。これも、人間が気がついてんのかもしれない。俺ら外部の人間だからわからないけど、何かしらの原因、要因があって、全体を使えなかった体すべてを使い切れないっていうところがあったのかもしれないけど、今のフォームは非常に素晴らしい。もう推進力が、動きに推進力がある。いや、本当見るたびに、いや、あんまり昔は、デビュー当初はもう全然硬くて、リアルスティール独特な肩の出が悪くて、
腰高の、やや、友足もまっすぐ棒みたいな感じの馬だったんだけど、だいぶ膝柔らかくなったのかな。非常にいいフォームで走れるようになったしね。多分、この馬に関しても、パドックではうるさいですね、入れ込みです。入れ込みとは言わんけど、まあ、二人引きでうるさいですって文言が出てくると思うけど、それはスタイルでやってうるさくない、喋ってねえからうるさくないんだって、馬は。素晴らしいと思う。それで、問題の1006、東京の1006。はい。全然イメージ合うな。全然イメージ合うっていうこと。全く OK だね。不安な要素は、外枠さえ引いてくれればスタートが、たまに、絡まれないでいけるけど、ちょっと甘いスタートを切る時があるんで、最初にポジションが後ろの方の後続集団になった場合、これがちょっとな、中段ややぐらいにつけてて位置取りにいられればという気がする。スタートして100メートルでどこのポジションにいるか、しんがり期までの足っていう感じじゃないんだけどな。一瞬の足は本当にすごいんだよ。でもそれがどこまで長続きするのかっていうのはちょっと見てみたいところがあるんだけれど、一瞬は本当10秒台のラップを直線で踏めるレベルだから、その足を東京でどうやって使うかですかね。そうすると10秒台の足を1本使ったところで、おそらく坂、上がってからは10秒台の足が出せるのか、坂の手前はペースが、まあ、マイルだからなんとも言えねえんだけど、坂上がってからは、上がる手前上がってからも10秒台を踏めるはずだけど、最後のちょこっとで、上がる坂にかけて上がるところでのペースが落ちるけど、その後はまあ10秒台踏めるだろうな。本気で走らせれば。そのくらいな感じは受ける。相当いいと思う。今、この体の使い方が4歳児にあったら、G1 は取ってたな。だからステージが、どこの場所かは、わからないけど、舞台は別個として、東京のマイルは合うイメージあるな。相当、個人的には相当いいと思ってる。そんなところだな。なんか馬体の作りなんかもなんか変わってきている。丸くなったな。前までは本当棒っきれ、枝っていうか、そのピノキオみたいな感じ、若い頃あったんだけど、リアルスティールって大体そういうのが多いんだけど、矢作さんのところダート馬も最初そうだったけど、で、腰が強くなってくると、やっぱり踏み込む足が強くなってくるからね、それが前が硬いからカバーできなかったんだよ。多いんだけど、馬はやっぱり成長すると前が強くなってくるから、で、踏ん張り効けるからトムが思いっきり蹴れるんだよ。これ歩き方見せてもわかるし、普段の馬違い見てればやっぱ肩の肉がついてきて、どうしても肩っていうのはどうしても頼りない馬っていうのはたくさんいるから、どうしてもその勢いあって歩かすと前傾ちょっと前のめりになってしまうケースがあるんで、そんな早く歩かないんだけどね、馬も。馬はね、本当に今素晴らしいと思うな。まあ、本命候補ですかね、山本さん。もう関東馬だけだったら本命、無条件の関東馬だけなら本命、関西馬は何匹かいるから何とも言えないけど、こんな感じですな。じゃあ続きましてロングラン。ロングラン元気だよ。うん。元気ですよね。まあいいだろう。元気。はい、じゃあ、ワールズエンド。ワールズエンドね、崩れないなと思ってるけれど、まあ、これもガチンコのマイルじゃ、やっぱ最後ちょっと勘弁してくれになっちゃうかな。そんなところだな。でも結局やっぱり十何頭いるんだよ。来ておかしくない馬が。当たり前だけど。明らかにダメだなってのは、名前は出さないけど、2、3頭だぐらいなもんだろうな。でもなんかやっぱり頭でってなるともうちょい絞れるかなっていう感じですけどね。まあ2着3着になると
今年の場合、これが来て、例えばガイオーズ1万人で、これが馬券圏内外したところで、なんとも思わねえしな。とも思わねえしな。へえと思うだけで。そんなくらいのメンバーだな。乗ってないな。あんまり、予想でこれとこれとこれだよなんてことは、言えないっていうか分かんない。ただ俺個人的にこの時に日曜日かもう函館行って調教終わっておそらく競馬場に残ってるかねいいか分かんないけど多分馬券買っちゃうかもしれないけど買うんだと思うんだけど多分レイベースティールからは買うよ。で関西部のセンハーディこれはまず主力候補の本戦候補で抑えるって相手候補。まあ、ガヤホースはな、まあ、入れなきゃしょうがねえかなってところで。あとは、チャラチャラ、気持ち悪いのがたくさんいるから、買うか買わないかは気分次第、点数多くなっちゃうから、気分次第だ。まあ、いい勝負になると思います。勝ち負けになると思いますよ。どこだな。以上だな。ね、重賞もねえし、今週は。週末は柳川チャンネル。競馬予想は馬三郎。来週がなんだっけ、なんとか記念だっけ、安田記念、宝塚か。宝塚記念ですね。関東馬はなんとかいたけど、今週までだったら、あれだけは、まあ、馬場状態もあれだけど、非常に素晴らしいレガレイラがいたわ。これ相性はいいけど、いや、相当いいな。クロアデヌーロあたり破るんじゃねえかなっていう感じ。まあ、クロアデヌーロともわからんからあれだけど、レガレイラが一週前でこんだけいいのってのも久しぶりだな。有馬の3歳で有馬勝ったんだっけ ?4 歳、3歳か。あの時よりもやっぱり数段いいな。なんでこんな良くなったんだろう。終わったなとかもう勢いはなくなってるなって感じ思ってたんだけど。いいな。馬場がどうせ、あの時ってのはぐちゃぐちゃな馬場になっからな。なんかすごくいい、史上最高の宝塚だとかなんとか結構あっちこっちで言ってるから、そうですね、そうと思って、俺も、まあ、目の前でやんねえから、毎年思うんだけど、全然興味ねえやなと思うけど、レガレイラだけよかったな。あとはもう関東馬なんかいたっけ、アドマイヤマーズか、三国か、稽古やってたのは、そのくらいか。三国インスパイア、今日やった。三国インスパイアです。あとは、アドマイヤマーズな、あれ。コスモもそうです。コスモ嫌なんだもんな。まあ、変わらなく元気だよ。変わらなく元気。この間が爆薬見しちゃったから、お前たち回り必要だけど、位置がないだろう。名称タバルとかいるんなら。そのレガレイヤと、青スーマやってた2歳馬覚えてますか？あれ覚えてるよ、ずっと。はい、あれ20番の方だっけ？そうですね。フィリオソラーレ。クラッシュ、なんだっけ？なんだっけ？フィリオソラーレってこれはどっか使ったっけ、今週？使ってるんですよ。使ってないだろ？使ってます。あれは1006だったっけ？あ、1008だったっけ？竹井のところだったっけ？か、1006どっちだったっけ？あれ1008だったっけ？1006ですね。ああ、1006か。はい、この1006、その時はさ、これね、これ、おそらくここで、これがルーメール乗っかって、また田中宏のところの、ウィンターボリュートがレーン乗っかっていくから、もうイメージで1、2番力ガチガチに固まるんだよ。馬は、俺は個人的に言わせてもらうと、フィリオのがいいなっていう気がする。で、今のところスケール感とかないけれど、スケールの大物感っていうのが、今のところ感じられないけど、全てにおいて標準よやっぱり上だよ。言い方悪いかどうかは別個として、そのやっぱりノーザンの、ね、普通の A 級馬っていう感じだな。だからこのウィンターブリーズってのが仕上がってるけど、意外とね、これも、なんつうんだろう。速さはありそうだけれど、っていう感じで、これ、ちょっと鳴り物の新種牡馬だろ？はい。
この間の千葉デリでも3区高かったかな。俺も見たけど、特徴なんだろうなと思って。ちょっと、わかんなかった。でこの馬自身も、スケール、迫力っていうのがないんだけど、うまく仕上がっちゃってるんでね。多分、走ることは走るんじゃないのとしか言いようがない。まあ、この一本かぶりになって、この2頭でっていうところで、あとはどうだろうな。マイル路線はな。あんまり注目したいレースの、なんていうの、顔ぶれではないんだよな。ちょっとこの見てみたいなっていう、それはないんだよな。まあ、1008はいいよ。日曜日の1008は、でね、1004でね、1004、はい。1004で、俺、まあ、1006もちょっと手走路いたけど、北さんブラックのあ、はい。これをちょっと置いといて、あと、この牧厩舎の手走路、それと、名前がね、俺はもう覚えらんないけど、今2歳は、高木厩舎の手走路、今週じゃないけど、あと畠山厩舎の手走路、稽古やってる。多分ね、いきなり勝負になるなと思ってるの。それでね、ずいぶん手走路多くて、まあ手走路数が、それで、みんな悪くない。おかしいなって言い方おかしいけど、なぜだろう、多分、くんち育成の過程から変わったんじゃないかなとしか、これ、ほら、個人でやってる人だから、自分のとこでそういうことやってるはずだから、数も多いだろうから、非常にここまでの馬の、その今見てた、この牧厩舎もそうだし、畠山厩舎、高木厩舎、なんとか手走路、なんとか手走路。高木厩舎がゴールド手走路ですね。あ、ゴールドか。ウィゾン手走路と合わせたやつですね。あ、そうそうそう。あれゴールド手走路っていうのがですね。で、その辺は、まず最初からはリーチはかかってるな。相手次第になるけどな。関西から強いのが来たり、馬場がどうのこのステージも、俺もまだようわからんから一回どんなものかマジで見ないと、ステージがどこで合うのか。でこのフィエルマンのドルチェテソーロっていうのは切れるし速さがあるし、新馬向きで今週使うやつね。これは、実践タイプで全然 OK だね。なんか、ちょっと今まで手走路って中で、もう全然気にしてなかったって言ったら失礼だけど、そんな感じで見てたんだけど、意外とこれ悪くねえなって見たら、また手走路。そっか、なんかやっぱりこれはちょっと何かしらは変わってなかったら、こんなにパンパンって世代でいいのが出てくる。今言っちゃうんだけど、いわゆるノーザンみたいにいい血統バンってわけじゃねえだろうから。まあ、ほぼほぼ自家生産で来てるんだろうから、兄弟なんとか手走路で、飼ってないとか、そんな兄弟、とかが多いだろうから、何かしら変わっているはずだね。ちょっとだからね、見てて最初に1ヶ月のぐらい前から結構、随分手走路かも、と思ってたんで、ちょっとしばらく新馬の最初のうちは人気あるなしに関わらず手走路は注意はしたいなと思って、注目してちょっと馬見てみようかと思って真面目に。だから明日の専用はね、まあこれ手走路は勝負になるんで、どんなメンバーなとか想定のメンバーだったらあとは知らねえや、あとはその時に見ればいいし、1008はあちこちのあれで記事に書かれて強気でうんぬんかんぬん言ってるけど、まあな、走るわ。エフフォーリアは。馬もいいよ。で、あとは関西馬が2匹来るのが予定は。1008は、だからまあな、相手探しで何が、これ、いたよ。1008、今、ほとんどメンバー見なかったけど、中田英二のところ、このエフフォーリア。これもエフフォーリアだ。これも走りますよね。これいいよ。これ馬いいぞ。パカパカか。岩手未来か。なるほど。
これはいいよ。だから関西馬があとはどこまでかっていうところだな。ケンちゃん、藤岡ケンちゃんと松永みきおちゃんのところか。ケンちゃんのとこは、シスキンか。社大。みきおちゃんのとこはノーザンファームか。ノーザン3頭か。まあでも軸がやっぱりどうしてももああ、走るよ。う、もう、走る。まあ競馬だから負けたっていいとは言わんけど、普通に、なんかほっといたってクラシック乗ってくんじゃねえかなっていう。と言ってたら先週ダノンさんのあれに言われたけど、堀厩舎の新馬で勝って去年の年かなんかってそういう風に言ってたよって言われたけど、ああ確かにもう終わっちゃったまたねなんて。1008デビューでレーンが乗ってっていうのがまたちょっと。で、本人言ってた、2着3着がダービー使ってたんじゃねえか。そうですね。あの時で新馬で任したのが。そうですね。で、それダービーの時に言われたの。あ、そうっすか、つって。もう終わっちゃったんじゃないですか。いや、だからもう、肉体的には終わってないけど、気持ちが終わっちゃってるから、俺から言わせっと。だから、1年ぐらいほったらかしにして、まあ、信楽の方に持って行ってるらしいけど、でも、大きな僕、北海道のほったらかしにしといて、放牧地で、もうバンバン、頭が良すぎるんだよ。あれでもなんであんななっちゃったんですか、ね、頭良すぎるんだよ。いやもうだから性格しかない。性格なんだから気持ちの問題だから走るのもやめちゃうんだよ。だから馬は走るのは好きでも走らされるの嫌いだから根本的に。だからそれが分かった段階で復活っていうのがなかなか厳しい。だからステネンボッシュっていうのは走るのがちょっと好きになってきたからこの間戻ったんだよ。もう走らされるの嫌いだったんだよ。もう何かしら理由があるんでやっぱりトラウマでムチバリバリ叩かれたり。なんか競馬場に行ったらなんかワーワーピーピーでなんか嫌なことがあったから頭良すぎるんだそういう人。馬としては頭いいけど競走馬としては頭が悪いんだけどなっちゃうんだけどかわいそうに。まあ今週から3歳とコバと戦う。もうどうしても3歳面白いな。それでまた3歳の一生の特別土曜日のあんな時なんたかかんたかなんていうのはいいメンバーがまた揃うからな。2勝クラスもそうだけれど、三大馬の、いわゆるクラシックに乗れなかったけれどっていうレベルたちの、馬が揃ってきて、コバ、影薄いもんな、コバのそこそこの馬じゃ。メンバーいいよ、土曜日の特別のしょっぱな。ここ一番面白いんだよ。逆に言うと。ちなみに3歳で何注目してるんですかね、これは。足毛。ハギちゃんのところから、まあ、ハギちゃんのいなくなって大手厩舎移動した。たけしか乗っかってんの。エリプティックカーブ。ああ。これ24の距離だろ。24です、ね。だから、いぶきとかなんとかすごく具合いいけど、いぶきは普通の500万は買ってるけど、ここ結構レベル高い三大馬が出てるから、人気はなんかなんかいたろどうですかね。メールかなんか乗っかってるよ。そうです。ウップヘリーだとかですかね。この辺りの人気ですかね。そこに意外と被るんじゃねえかなと思って。そうかもしれないですね。被れて、ちょっと、馬券的には書いてるところですよね。まあ、そうですね。成績的にも、やっぱここに被り3歳、ウップヘリー、印はやっぱつきますよね、完全に。まあ、いぶきも当然、印は。いぶきは正直だから自分の足を使う。けれど、今回のメンバー、骨っぽいから突き抜けられるかどうかってなると、ちょっとな。いいメンバーだ。これそうですね。3代です。まあ、みんな3代しか買わんから、まあ、特に。しばらくみんな、そうなりますよね。馬券の戦略的にそうなっちゃうのはもう。そう。思えないですね。やっぱり下級条件でくすぶってる子は買わないよな。キャリアが浅いのはまあ、別個として。とこだな。終わりか？じゃあ一つだけ質問お願いします。ミラージュナイトですけれど、まあ、稲田さん評価高かったんですけど、その後のこの馬の評価。すいませんでした。この間ね、目黒記念、ダービーをって書いちゃって見てて。で、車乗りながら、後ろで俺人と行ったから、後ろに乗っけてもらいながら、スマホでちっこいレースを見てて、情けねえなと終わった。だから、
体つきどうだったか見てねえんだよ。今も見てないんだけど、評価変わんないよ、全く。じゃあ次ただとか、弱かったな。弱いって判断でしたが。いや、思った以上に弱かった。レース情けなかった。それで、体調がもし万全でないとしろ、なかったとして、考えても、ひょっとしたら東京合わねえのかな。何か、能力的には、やっぱ、全然あそこでも上だなって勝手に思ってたんだけれど、次使うときもう一回考えるわ。俺はまだ実は諦めてはいないんだけどね、馬に関しては。次ですね。次もちょっ考えるんだったら、考えてみるだけで。と。はい、そこまで。以上だ。以上ですね。はい。来週もやるの？来週もやりましょうか。もし、皆さん北海道行っちゃいますけど。なんとか記念、宝とかどう？はい。いいぞ。興味ねえや。はい、電話しますので。いや、なんだかんだで。やりましょう。はい、お疲れ様でした。すいません、これいただきます。